小田さん、おはようございます。おはようございます。では、今日はどんなものを作られますか？棚柱、棚柱っていうね、はい。家具に使う金物ですね。棚柱。家具に使う金物があって、はいはい。家具の箱物でね、え可動棚ってあるじゃないですか。はいはいは棚板を使い勝手のいいように自分の好きなところに高さを変えれるっていう可動棚っていうのがあるんですけど、なるほど、なるほど。それが簡単に棚柱というのをつけると、自分の好きなところに棚を設置できるっていう、はいそういうはいはい。金物があるんですね。えで金柱っていうのは大体、金属でできてて、そうですね。柱、本体の側板につける、その柱の中レールみたいな、そういう部品と、はい。あとはダボって呼ばれる棚を受けるための丸いやつですね。それを棚柱に刺すんですけど、なるほど。その2つのパーツで構成されてるんですよ。あ、大体アルミとかステンレスでうん、できてるものがほとんどなんですけど、それをちょっと一点木で作ってみる。かしこまりました。いや、なかなか面白いですね。完成がそうです楽しみで。そう。だから構造自体はね、形自体は、木の長いやつを両面から加工するだけなんで、あ、加工自体はあれなんですけど、やっぱり強度的にね、はい。もともと金属で作られてるもんなんで、え金はやっぱりそこまで薄くできないじゃないですか。金属のレールとかは薄くできないんで、はい。耐久度とかも含めて。なるほど。壊れてもあかんない。はい。その辺がね、そうかといってあんまりにもその側板にめっちゃごっついのつけとったら、はい。なんか邪魔やしうるさい。確かに、難しいですね。その辺をなんか強度的にも大丈夫なもの、ギリギリのところをなんか狙いながら、はい。実用性、見た目と実用性を、木を使ってなるほど。するためね、そんなところです。かしこまりました。棚柱を作るということで、はい、まずはどんな工程から始めていきますか？まずはあれですね、今回も加工はショップごとなんで、はい。ショップごとの材料をセットするためのベースを掘って、でそのベースを掘ってからそれにぴったりはまる木を作っていくっていう感じですね。使うそのレールとしての材料はこれで、チェリーですね。おー。今回はね、やっぱりある程度強度っていうか、花の重みがかかっても割れたり裂けたりしないっていうのが必要なんで、なるほど。ある程度の粘りのある木っていうのがやっぱり必要ですね。このダボの部分も、これはチェリーですか？はこれはね、もうアフリカンブラックウッドっていう、あ、はあは真っ黒な木なんですけど、これはダボのこのパーツに当たるやつですね。あ。あ、なるほど。これを作るのは、やっぱりもう両方なんですけど、こっちはもう一つ金が直接乗るし、はいもともとパーツも小さくなるんで、小さくなっても強度的に耐えれそうな硬い木いうことで、木の中の硬さの中ではもうこれ最強クラスなんで、へえ。水にも沈むぐらいなんでね。あ、そうなんですか。面白い。和田さん、はい。ちなみに棚柱って完成したら、どういう風に使われます？もともとここにつけようと思ってて、はい。見てもらったらわかるんですけど、これまだ何もないんですね。えで、工場で使うゴミ袋を置いてるところなんですけど、はい。せっかくのこの骨のスペース全部死んでもうてる。もったいない。なるほど。じゃあ、ここ空間を有効活用していこうかなっていう感じですかね。はい。
小川さん、次はどういった工程になりますか？チョップボットで加工するために、このベースの板を取り込んで、はい。で加工するレールなり、パーツなりをカチッとはまるようにするっていう、なるほど。はい、そういう工程ですね。まあ、その辺のデータを作ってあるんで、はい。ここに今前やった加工の跡が残ってるんで、はい。ちょっとその辺だけかわして、この辺から新たに今回の加工に使おうかなっていう感じですね。あ、なるほど。わかりました。これがレールの幅になるんで、はい。で、今、ベース振った、ここをぴったり合わせてかかるんで、はいはい。これを徐々に削っていって集め落として、これがピタッとはまるようにする。このレールの幅出せたんで、はい。ここから割っていってね、厚みを、レールの厚みを出していけるような感じです。あ、なるほど。今日はここの、あれですね、うんうん。ダボのパーツを切っていきます。ダボのパーツではい。こだわってる部分とかあります？これはね、もう固定、どないして固定するかなんで、結局はこう、これ断面なんですけど、はい。もう切り離さないんですよ。こういう細かいパーツがいるんですよ。はい。普通大きいもんのやり方やったら、はあはだいたいこれにちょうどのもう切り出してから、このショックごとでこの角を丸めるみたいな、はい。そういうやり方やるんですけど、そもそもこの小さく切ったやつがどないして固定するのっていうことなんで、あもうこの塊からね、こういう風に掘り出すけど、ここの下はまだ繋がったままもあ。ああ、なるほど。切り出さないみたいな。掘った後に掘った後に、ここをカットして。あカあ。ットして。はい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 。なるほど。そういうことですね。だから、まあなんかこんな大きい塊から4つだけしか取られへん。結構な大きさでしたもんね。これやっぱり硬いからこそ。こういう方法を取ってますか？小さいからっていう感じですね。ああ。私今木材を置く音で思ったんですけど、はい。木琴とかどうですか？ああ、木琴とか、この辺の木やったら全然いきます。あ、やっぱりそうですよね。なんか、楽器っぽい音するなと思って。調律が難しそうですね、確かに。木琴もあれ裏見たら削ってますもん。はい。なんか空洞みたいな。叩きながら、ちょっと削って叩きながら、はいはいはい。出してると思うんですよ。へえ。でもなんか面白そうですね。
小林さん、次の工程は何でしょう？今からはこれ木取りできて、ほんでショップボットのベースも削れて、はいこれの加工の準備できたんで、実際にこのパーツをショップボットで加工していくっていうのをやっていきます。やっぱりしっかり固定しないと動くもんですかね。そうですね、なんかちょっと薄いしね。はこの加工もなんか全然ね、い。はい。この端からいかんと、ここ一発目に行ってるでしょ。あ、ここ一発目に行って、次こう行って、次ここ行ってるんですけど、なんかそれもね、勝手に一番効率のいいルートを探してくれるんですよ。はあ、一番これの動きが最短で済むようなね、あ、そうなんですね。そういう動きを探してやってくれるんで、そのショップボットの判断で。そう、ショップボットっていうかね、これの工具経路を作る、これのソフトがやってるんですよ。はちょっと棚板にね、い。はい。棚板にするやつ探してて、あ、棚板用の、はい。あ、なるほど。棚板は、なんか、木材のこだわりとかありますか？もう、この機械にあれですね、もう余ってるのを使うっていう。あ、なるほど。はい。まあこういう時じゃないと、使う機会がないもで。うむしろチャンスですよ。そうですね。さっきちょっと慎重に行き過ぎて、はい。スピードめっちゃゆっくりにしてたんで。ショップボットの動きが速くなったのはそういうことああ、だったそうです、んですね。そうです。そうです。今表の加工してるんですけど、はいそっちはちょっと早くしたんで。なるほど。はい。ダボ自体のね、はい加工も、だいぶ加工スピードを下げんとあかんので、はい。まあまあ時間かかるから、その間に、ここにレールを側板に止めるんですけど、はいそのための軸っていうか、えここに正にポンと当てて、棚柱こうやったら、そのまま位置が決めれるようなね、あ、なるほど。そんなんをその間に作っておこうかなと思います。今つけたこの先とんがってるビットなんですけど、はい。これは要はね、もう印つけるためだけにね、使ったりしますわ。あ、そうなんですね。こう今やったら、はいはい。この柱自体にビス穴を壁に留めるためのビス穴開けるんですけど、えそれのね、位置決めを、柱の方はショップボットの加工終わりですね。あ、なるほど。あとこれはもうボール板で穴を開けるので、はい。まあ、はめる時の穴を開ければ OK って感じですね。はい。ビス止めの、側板にビス止めする時の穴ですね。はい。いけてるか、うまいこといくかどうかの緊迫した加工なんですけど、全く見えないですね。そうなんですよ。
僕も頑張って見ようと思ったんですけど、はい。全然見えないなと。どうでしょう。いけてそうですか。なんとかいけてそうですね。これ、どうしてもこっち側にバリが出るんで、はい。ここですね。ちょっと今一瞬気になる音でしたね。もう一番最悪の音はバキー言うて、その後で、残す言うてたんが折れてもうて、はい。ほんでこっからゴミと一緒に吸い込まれていくっていうのが一番最悪なやつです。最悪ですね。でもなんか一瞬一瞬でブラシが上がって、ああ、これですね。見た感じ、いけてる感じではありましたね。ちょっとやばいですねちょっと今嫌な音しました。一応、必要なんは8個なんですよ。はい。一応必要なんは8個で、16個作ってるんで、あ何個生き残るかみたいな。最悪、8個まで行っても大丈夫みたいな。ちょっと1個飛んでそう。1個今、いなかったような気がします。意外といけてそうですね。何の音だったんですかね。何やろうな。まあでもこっちも結構薄くなってるんで、はいはい。こっちが振動してる音かな。結構、綺麗にできてる感じですか。綺麗にできてますね。これ6ミリのところに突っ込むんでね。幅も。5.9とかちょうどいい感じですね。はいはい。これで切り離されたんで、はい。一応ここはまだちょっと伸びてるんですね、寸法的に。はい。これをもう一遍ここをカットするっていう感じです。こっちの方が、うまくいきそうですね。はい。ちょっとやり方変えましたもんね。一応これでちゃんと、あともうちょっと長さ整えたら、はい。これでコーヒーかかるはずなんですけどね。ここは、あれですよね。本来、ないはずの工程を。そうですね。もうなんか結構いつもこんな感じなんですけど、振り返ってみたらよく形にできたなみたいな。本当に。いや、対策がすごいなと思って。でも、なんやかんやと12個ですかね。うん。いや、意外と苦戦しましたね、先ほど。そうですね。もうこれはもうね、苦戦の原因はただただ小さいからですね。これがなんか倍の大きさやったら何もここまで苦労してないと思うんですけど。はい。ただ小さいだけじゃなくて、この形状が、やっぱ決まった形があるので。全然いけそうですね。あ、しっかりはまってますね。もうそのままつけてもうてもいけんのほぼ確定やと思うんで、はい。もうオイル塗りますわ。やっぱりこうオイル塗り始めると、まあ、あとは乾かしていよいよ完成手前だなっていう感じしますね。そうですね。作業時間に対してはなんかめっちゃ長い道のりやったような
はい。気分ですね。光沢がすごいですね。うん、やっぱりこの黒い木、やっぱり硬い木ほどね、ちゃんと仕上げたらめちゃめちゃ光るんですよね。オイル塗る前からちょっと光沢ありましたもんね。はい、塗ったらもっとなんか光が反射するっていう。意外とショップボットで切ったところが綺麗ですよね。あ、そうねそうでしたね。一旦、はい、感想ですかね。はい。和田さんでは次はどんな工程でしょうか。次もう完全に加工も終わって、はい、オイル塗って完成したんで、もう次はあれですね、箱につけていくっていう、それをやっていきたいと思います。何段ぐらいに分けます？何段ぐらいに分けます？とりあえずね、もう2枚棚板入れますわ。なんかめっちゃいい感じですね、これ。綺麗にはまりましたね。そう。めっちゃいい感じですね。ええ感じですね。ねこれ内部がね、はい。内部が白とかやったらもう一つ木が生えそうですね。ああ、確かに。ね、今現状他のパーツなんか他の材料あり合わせではい。これだけめっちゃ上等になってるんで結構内部白とか全部ほんまに無垢で統一するとかなったらもう一つ生えそうですね。そうですね。意味もなくなんか出し入れしたくなりますね。和田さんめっちゃいい感じにできましたね。そうですね。今後先に何を置いていきたいですか？せっかく棚できたんでね、はい。どないします？もうなんか近藤さんセットでも置いときます？そうですね。常に撮れるようにカメラだったり、快適に撮影できるためのグッズを。そんなホスピタリティをありがとうございます。和田さん、今日もお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。では、制作されたご感想をお願いします。もともとね、棚橋皿って金属でできてるもんなんで、はい。それをね、木で作るって、共同的にね、どないやねんっていうところなんですけど、なんか、思ったより、そんなにごつくなくて、ほんで理想的なね、必要な強度も出せたんで、ダボ作るのめっちゃ苦労しましたけど。いや、本当大変でしたね。はい、なかなかなんか可能性を秘めた花柱やなっていうところですよね。はい、本当にそう思います。あんまり見たことないんでね。見たことないですね。初めてです。まあなんかこういうのがね、家具の中になんかこだわりの家具の中にあれをつけることによって、なんかもう一つね、ようなったりとか、はい。なんかそんなんするんじゃないかなと思って、まあまあなんかとりあえずできてほっとしてます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。